前回の動画からカスタムしてないので何も変わっていないのだが、ステッカーとエンブレム装着、アバルトのエンブレム、わら。K-ワークスの純正ホイールかっこいいんですよね。やっぱりこのフォグかっこいいな。前回お伝えしてなかったところがあって、まずちょうど正面に見えるところ、収納ですね。収納がむちゃくちゃあるんですよ。K-ワークス。K も多分あると思うんですけど、アルトワークスとかには多分これないと思うんですよね。昔のワゴン R とかそういうのもあるのかちょっとわかんないですけど、K-ワークスはここにね、すごい収納がありますね。ここにね、いろんなものが置けるんですよ。あっちにサングラスが置いてあるんですけど、サングラスを置いたりとか、あとはね、小物がね、結構ね、置ける感じですね。で、ドリンクホルダーがここにあって、ドリンクホルダーはここにペットボトルを置いて、あと真ん中のところに、今、セブンイレブンのコーヒー置いてるんですけど、それと、これが置けるような感じですね。サイドポケットには置くところがなくて、ここの上にも置くところはないですね。で、このペットボトルここに置けるっていうの結構、なんて言うんだろう。あったかくならないとかそういうのが結構いいのかなっていう感じはしますね。あとシフトノブ。シフトノブはね、一昔前の軽トラとかでも使ってるようなシフトノブです。このトラックのシフトノブ、私はね、これ結構好きなんですよね。なんかすごい安っちい感じがして、いかにもマニュアルみたいな、そんな感じがしててね。で、少し入りますね。すごい、入りやすいと思いますよ。運転しててね、すごい、入りやすいです。あと、ハンドル周りは、さっきも言った通り、ドリンクホルダー。ドリンクホルダーっていうか、あんま、ホールド性からこれないんですけど、一応置けるかなっていう感じは。ペットボトルとか置くと多分ね、転がっちゃうような気がするんですよね。あと、下の方に行くと、一応ね、シートヒーターがね、運転席側だけあるんですよ。このレカロなのに、シートヒーター、シートヒーターがあるんですよ。で、サイドブレーキがあって、このなんかよくわかんないやつが、パカって開けると、これよくわかんないんだけど、これドリンクホルダーなのかなっていう感じはしますね。こいつを置いてみるんですけど、ここにね、一応ね、ドリンクが置けるんでね、後部座席の方に座ってる人とかが、ここのドリンク、後部座席ってね、両サイドにね、ドリンクホルダーがないんでね、ドリンクホルダー自体がもう一切ないんでね、ここに置くしかないのかなっていう感じがするんですよ。多分ね、ここに置くのかなっていう。あれ、もうちょっといいなんかドリンクホルダーつければよかったんじゃないかなっていう感じはしますかね。次はオーディオ関連ですね。オーディオはもともとついてる前のオーナーがつけたやつなんですけど、これがあります。これでも多分十分 CD とか DVD じゃねえ、CD 聞けて、Bluetooth とか多分聞けると思うんだけど、S2000 で使ってた2018年式ぐらいの同じようなオーディオがあるんで、カロッツェリアの。それに変えてもいいかなと思うんですけど、今ね、すごい気になってるのはね、YouTube で見たんですけど、同じ K-WORKS 乗られてて、3年前ぐらいに納車して、もうその方売っちゃってるんですけど、千葉の YouTuber なのかな。なんかね、ここにね、そのまんまモニターみたいな感じで付けられるカロッツェリアの DVH8500 だったかな。よく名前忘れちゃったんですけど、そのモニターがね、すげえいいなと思ってね。で、機能とかは、Apple CarPlay とか Android Auto とかを、そのまま携帯とつなげられて、
で、ここのモニターでなんか表示できるマップとか、Google マップとか、なんかそういうのが表示できるらしいんですけど、それがね、すごい良さそうな感じ。あとは、フロントカメラとリアカメラつなげて、ここに、映像を映し出したりとか、で、それ物自体がね、33,000円とかっていう案内があったんですけど、今見ると35,000円で、なんか、バージョンアップされたやつを見ると45,000円で、3年前ぐらいよりもちょっと割高になってるのかなっていう感じはするんですけど、まあね、それつけてみたいね。あとは、まあ最近 Amazon すごい中華製とか結構多いんで、モニターだけつけられるって15,000円ぐらいでつけられるやつとか結構あったりするんで、そこら辺をどうしようかなっていう感じはしてますけど、ちょっと予算がね、それもまだないんでね、つけられないんですけど、あとは下に行くとエアコン。これは昔のやつですね。36ハルトワークスとかに比べると、ここら辺はすごいアナログ的みたいな感じですね。ここら辺も昔のままのやつですね。あと上行くと、ルームミラー、バックミラーなんですけど、これがね、すごいね、他見るとね、すごい剥げてるんですよ。なんか色が。なのでこれカバーかなんか買いたいと思ったんだけど、カバーというよりも、ここにドラレコをつけたいなっていう感じがあって、で、フロントとリアの方にカメラつけて、ここで映像を、映し出せたらいいのかなっていう感じはしますね。これもそれなりに金額1万、なんか安い自分が欲しいやつだと13,000円のがあるんですけど、結構ね、評価も高くてね、いい感じなんでね、それちょっとつけてみたいなっていうのはあるんですけど、それも、万を超えるんで、ちょっと予算的にね、すぐね、買えるもんじゃない。今後変えていこうかなっていう感じはしますね。あと、オーディオの下にね、センターのところにね、ここに、灰皿。もう今は使うことはないんじゃないですかね。灰皿があるんですけど、これはね、なんかドリンクバーにね、変更できる代物があるみたいなんですよ。なのでね、ここドリンクホルダーにしようかなと思って、今、ヤフオクでね、安いやつを探してます。これどうやってやるの？すごい綺麗。何これ？使ったことないんじゃん、灰皿今までこの K-WORKS。うわ、すげえ綺麗、これ。これ何これ？簡単に取り付けられんのかな？もう、ポン付けなのかな？よくわかんないけど。で、その隣にね、シガーソケットがあるんだけど、昔の車って USB とかがないんで、シガーから携帯の、ここに携帯取り付けてるんだけど、携帯の、電源取らなきゃいけないんだけど、ショップでね、これ自体で結構高いじゃないですか、これって。普通に1500円とかするんで、買うのちょっと嫌だなと思って、ショップの方にね、置いてあったんで、これ持ってっていいですよとかってなんか言ってたんで、それをもらったんだけど、これでね、充電するはいいんだけど、携帯がね、一応充電はするんだけど、電力の消費の方が激しくて、徐々にね、電池がね、減ってくんだよね。で、多分これがね、なんつうのかな。なんか、急速充電じゃないけど、そういうのに規格に対応してないから多分そうなのかなって思って、ちょっとこれ新しく、買いました。で、初めてこれ、取り付けるんだけど、シガーがね、2個ついてて、その上に USB がついてて、ヒューズ自体がここにあるんで、ヒューズが飛んだ場合、そこの部分だけが飛ぶみたいな感じらしいんだよね。ちょっとこれをね、取り付けてみたいと思います。中開けるとこんな感じで、これを開けてみたら、こんな感じで、なんかここが確か電源だ。なんか使わないときはここを押すと、そっち側だけオフにするとかだったような気がするんだけど、こんな感じで、この 3.0 っていうんだけど、多分急速充電ができるやつなのかな。で、真ん中のやつはタイプ C があるんで、なんか PC とかそういう、なんか他のものを充電したい時に使うとかっていう風な感じで書いてありましたね。で、裏にこのヒューズがあるので、例えばなんか飛んでしまった場合は、この替えがあるんで、それで買えるのかなっていう気がします。なんか安心して使えるとか、そんなような感じで書いてあったような気がする。ちょっと取り付けてみたいというか、差し込んでみたいと思います。いい感じかも。結構きつかったからね。いいんじゃないのかな、これ。色がね、ここ、中見るとわかるんだけど、青く LED が光ってて、あとはバッテリーなのかな、ここが表示されるんで、ここが低くなると多分、充電が微妙ですよみたいな、バッテリーの方が弱ってますよみたいな感じだと、バッテリーの電圧だと思うんだけど、
これが表示されてるんでいいんじゃないですかね。場所もわかりやすいですし。では今までやってたやつをここに差し込んで、そしてここで充電すれば完璧じゃないですか。電池の消費よりも、こっちの方が充電が早いのかっていうのを、そのうち検証したいと思います。多分問題ないと思うんだけどね。確認した結果、Google マップを使っていても問題なく充電%が増えていきました。あと前回の動画でもちょっとお伝えしたんですけど、ここのね、フットレストがね、邪魔なんですよ、結構。これで足、クラッチ踏むんですけど、ほんとね、ギリギリなんですよ、そこが。まあ今のところないんですけど、こっちの方踏んじゃって、クラッチが切れないとか、そういうのになりかねないかなっていうのが、あれはね、撤去したいんですけど、なんか簡単にね、ネジで取ろうと思ったらね、なんかうまく取れなかったんで、もっとなんかうまく取らないとネジがバカになる可能性があるんで、まあ、取りたいですね。ヒール2を軽くやったんですけど、なんて言うんだろう。このね、ブレーキペダルの配置っていうか、もともとこの配置がなんかね、高さがね、あんまりよろしくないですね。すごい昔の車っていうのはアクセルがね、少し手前側アクセルがね、手前側にあるらしくて、でちょっと新しい車になってから、2000年代になってからは、このアクセルのペダルがね、あっちの方にいたような感じって誰か言ってましたね。多分、ブレーキとアクセルの踏み間違いをなくすためにここに段差を作って、アクセルよりもブレーキが先に踏めるように、多分高さが、ブレーキの方が手前に来てるような気がするんですけど、それがね、ちょっとね、ヒール2をやるときにヒール2の場合、ブレーキ踏みながらアクセル軽く踏むんですけど、この高さがね、合わないんでね、これをちょっと、ペダルをね、変えようかなと思ってます。で、変えようと思ってるペダルがこれですね。ラゾっていうんですかね。結構昔から有名なペダルなんですけど、これがね、ヒール2をやる専用みたいな感じ。ここのね、部分がね、可動式になって、左の方に、下のネジでね、移動することによって、かかとでね、踏みやすくするっていう代物です。あとはね、このペダルの、この高さをね、もうちょっとこっち手前側の方に、あと3ミリ浮かせるとか5ミリ浮かせるとかそういうのができるらしいんで、まあこれ取り付ければ結構ヒールとやりやすいような気がしますね。前の S2000 にもね、確かね、ペダルがもともと最初からついてて、ヒール2すごいやりやすかったんですよ。なのでちょっと、これをもうちょっと手前側の方に、あと多分どんくらいだろう。3ミリとかそれぐらいのレベルでいいと思うんですけど、それを浮かした方が多分ヒール2はやりやすいのかなっていう感じがしますね。まあこれちょっとつけてから乾燥してみたいと思います。あとリアの方、天井とか見ると、ルームランプが一つもリアの方にないんですよ。なので、使い勝手がいいラゲージスペースなんですけど、ドアを開けてもね、結局ね、中が見れないというか何もライトがないんでね、何かしらね、DIY でつけた方がいいのかなっていう感じはするんですけど、天井にね、鉄の部分、今全部ザラザラした素材のものがついてるんですけど、じゃなくてなんか後ろの一部分だけでもいいから鉄の部分をつけてくれると、そこにね、なんか取り付けたりっていうのができたんですけど、今の状態だとね、ドアの方につけるとかそんなことしないと。でもドアの方っていうのはルームじゃなくて、何を言いたいのかまとめると、ここの部分が鉄だったら後付けでライトがつけられるってことです。ドアの近くに3個ね、なんかこれが今ついてるんでね、これ多分外せば、なんかネジみたいのが取り付けられるので、そこにね、ルームランプを取り付けるのがいいのかなっていう感じがしますね。はい、外観の方に行きますと、ヘッドライトがね、全部ハロゲンなんですよ。なぜかこの車。ヘッドライトというかランプ関係。フォグランプもハロゲンだし、あとヘッドライト、あと微灯も全部ね、ハロゲンなんですよ。なのでね、ちょっとここら辺 LED とかにしようかなっていう。後ろもね、確認したら全部ハロゲンなんですよ。なぜか。マフラーと車庫帳が入ってるのに純正のハロゲンのまま使用していたのか？普通ならここをまずは LED にするのではないか？で、ヘッドライトはね、この、LED をつけようかなと思ってます。下のやつは3500円ぐらいでしたかね。バンパーがね、結構ね、取り外しが大変らしいんですけど、ちょっと動画を見たら、ここら辺のね、何かを外してね、こっからなんか外していくらしいんだけど、ちょっとね、バンパーの外しは慣れてないと厄介なのかなっていう感じがします。
でやっぱ20万の車なんでね、ここら辺ね結構傷がついてタッチペンとかでやられた感じがあるんだけど、まあ結構汚いっすね。20万の車なんでね、まあここら辺はいいのかなっていう感じはします。で、リアは軽くステッカーチューンをしてみました。このスポーンっていうのは何なのかっていうとね、私が2012年にね、S2000 乗ってる時に立ち上げたっていうか、もともと民からやってるんですけど、民からやってたっていうか、今でもまあ民から少しはやってますけど、民からでね、グループを立ち上げてね、そのスポーンっていうね、チーム名で、スポーツカーの運命っていう感じで、グループを立ち上げて、スポーツカーの運命だと言いづらいんで、スポーンっていう感じですね。で、あと56デザインは、バイクのメーカーっていうんですかね。で、エンブレムはね、鈴木ちょっと取っ払っちゃって、鈴木が嫌いなわけじゃないんですけど、アバルトのね、エンブレムがあったんでね、これを変更しました。いい感じじゃないですかね、ステッカーチューン。アバルトのエンブレムが。前の動画でもお伝えしたんですけど、ヘッドライトのね、黄ばみがね、結構ね、まあ、ひどい。すごいひどいってわけじゃないんだけど、で方法としてはね、この表面を全部削っちゃって、まあ最初粗いヤスリから削ってて、どんどん1000番、2000番とか、表面磨きとか、そんな感じで表面を削って綺麗にする方法と、なんか液体を塗る方法があって、ちょっとね、Amazon の方でね、液体を塗る方法でやってみようかなと思って、これを買ってきました。これはね、塗るだけのタイプで、塗るとね、表面がすごいクリアにて、なんかすごい綺麗になるらしいんだけど、これをね、ちょっとやってみようかなと思って。で、これでダメだったらね、表面、研磨してね、削って、まあ最終的に綺麗にしようかなって思ってます。とりあえずこれをやってみたいと思います。あとは、上の方行ってみると、ここが剥げてるんですよ。この、リア、スポイラーじゃなくてリアウィングで、結構ね、ここがね、剥げてる車って多い気がするんですよ。昔の車だと。やっぱ一番ここが風の影響を受けたりとか、日光でダメージが大きくなるんですかね。すごい汚いというかもう剥げてて嫌なんで、ここはね、ちょっと自分でね、塗装しようかなって思ってますね。で、一応ね、このホルツ、鈴木専用。一応この色がね、この K-WORKS の色らしいんでね。本当はね、専用の色をね、作るとね、オートバックスとかで作ると1本これがね、2500円ぐらいして結構高いんですよ。で、もともと純正色を取り扱ってるのであれば、1000いくらで買えるんで安上がりです。これをね、ちょっとこいつで塗っていきたいと思います。あとはこのローターですね。ローターは変えてすごい新品なんですけど、キャリパーのね、色がね、まあそのままシルバーの色なので、ちょっとね、これをね、塗装していこうかなと思って、業者にね、ローター変えたところの業者にやってもらおうと思って見積もり取ったら、結構な金額、2万とか見積もり出たんでね、高すぎるんでね、これはね、まあ皆さんやられてる通り、自分で塗装ってことで、こいつを買ってきました。で、耐熱のね、やつじゃないとね、なんつうの、剥げたりするんでね、耐熱用の、で、赤がやっぱりね、見栄え的にいいんで、赤に塗ろうかなっていう感じで、これね、なんか昔3000円ぐらいしたんだけど、なんか今見ると Amazon で2000円ぐらいで売ってたんで、ちょっと安くなってるのかなっていう感じが、まあそのうち塗っていこうかなと思ってます。あとはコメントいただいたんですけど、ハンドルですね。ハンドルがやっぱりね、17万キロさすが乗ってるんでね、結構擦り切れてる感じで、ハンドルをももに変えたいとかあるんですけど、まあ今のところすぐ結構ね、ハンドルってね、ハンドルのもの自体で数万。あとはこの、何でしたっけ？台座みたいなやつ？ボス？ラチェットなんとか、ラチェットハンドル、取り外しできるとか、そういうの防犯のために、全部ね、確かね、買うとね、5万ぐらいするんですよ。なので結構ね、高額なんでね、ハンドルはね、まあまだいいかなっていう感じがしますね。最終的には買いたいっていうのはあるんですけどね。あと、運転しててね、結構ね、なんつうんだろう、合成がね、K-WORKS ってないのかなっていう感じがしてて、段差とか、あとは、すごい結構タイトなコーナーとかを
走ると、きしみ音がね、するんですよ、リアの方から。まあ、それが経年劣化なのか、何かなのかがちょっとわかんないんだけど、合成面が足りないのであれば、リアの方にね、バーをつけようかなって思ってます。まあ、フロントはね、多分合成、まあまああるんじゃないかなと思うんだけど、リアの方があんまないのかなと思うんで、ここにね、バーがつけられるみたいなんですよ。なのでね、ここにつけようかなと思ってますね。検討次第ですけど、それでよって、まあ、きしみとかがなくなるのかが、ちょっと、タワーバーと、あとリアのここのバーと、あとフロアバーとか多分ある程度全部4つぐらいつけると、それでも5万ぐらいすると思うんで、それもね、ちょっと予算ないんでね、ピンポイントでどっかつけようかなっていう感じはしますね。話が長くなりましたが、ここからはまた走行動画です。じゃあちょっとこれから走っていきましょうか。ETC はもともとついてなかったので、つけました。で、これがね、ドライブレコーダーらしいんですけど、ちょっとね、ここにね、あるとね、すごい邪魔ですね。なので、そのうち取っ払っちゃおうかなと思います。で、ドライブレコーダーは別で、ミラーのやつかなんかにしようかなと思ってる感じですね。では、ちょっとこれから行きましょうか。一回ね、もう一応運転してるんですけど、このね、出だしがね、結構ね、難しいかなっていう感じがするんですよ。2速に入ってしまえば結構楽に運転できるんですけど、このね、一番最初の1速がね、結構しづらいかなっていう。これ一足がね、すごい軽自動車だからなのかわかんないけど、慣れなのかわかんないけどね、2足3足に入ってしまえば問題なく、やっぱりね、マニュアル車はね、むちゃくちゃ楽しいっすね。もう走ってるっていう感じがすごい伝わってきて、でちょっと昔の車だから、なんて言うんだろう、デジタルっていうよりもアナログっていう感じのね、レーシーな感じ。バイクでもね、今のバイクよりも昔のバイクの方がね、荒々しくね、なんていうの、肌の方に伝わってくる感覚っていうのかな、それがね、すごいね、いいんですよね。で、加速に関しては、まあアルトワークスの方が多分ね、いいと思うんだけど、まあ全然なんか街乗りっていうかね、普通に走る分には全然問題ないかなっていう感じはね、全然ね、遊べる車。やっぱね、ターボ車だからね、途中からのターボがどんくらいだろうな、すごいね、効く。一速でもターボって効くんだなと思ってね。ETC のコードが足元に垂れ下がってきたので直すことに。まだマニュアル操作が、この最初のこの出だし、ここが K ワークスだからやりづらいのか、 K だからやりづらいのか、アルトワークスも同じような感じだったのかがちょっとね、忘れちゃったんだけど、3速の4500回転ぐらいかな、3速の4500回転ぐらいからターボがすごい効くような感じかな。これが純正なのかな、純正なんだろうね。コンピューターは純正のものを使ってて、で変えてあるものって言ったらマフラーぐらいしか変えてないんで、
結構やっぱねターボが効くから途中からの加速がむちゃくちゃいい。やべえ、出た坂道発進。ここのね坂道発進オートマでもね結構ね嫌なんだよね。うまくいった。結構ふかして運転してると燃費がどれぐらい悪くなるのかっていうのが気になるんだけど、どうなんだろうね。で、足回りは一応テインのね車庫帳が入ってるんでそれなりに多分いいんだと思うけど、もともと純正がどういうのなのかがちょっと分かんないんでね何とも言えないんだけど、でもちょっとなんか私的には柔らかいかなっていう感じがするかな。軽だから抜けないわ。途中からのパワーがないから抜けなかった。一応テインの車庫帳が入ってるんでそれなりに足回りはいい感じなんだけど、なんかねきしみ音みたいのがたまにするからやっぱボディがもう弱ってんのか。一応事故歴はないらしいんだけど、なのでフレーム等に傷が入ってるわけではないと思うんだけど、ただ単にこの K ワークス特有の感じなのか。いかがでしたでしょうか。 K ワークス特集第2弾、私の中では使い勝手含めて名車だと思ってます。この動画を見て欲しくなった方もいるかもしれませんが、古い車なので下手するとすでに故障してる車もありそうなので買う際は安いけど後々費用がかさむのを覚悟するか、最初から100万ぐらい出して年式が新しめな36アルトワークスを買うか、予算があるなら後者の方が良いのかも。今となっては30万以下で買える軽スポーツがあまりないので K ワークスは貴重な存在とも言えます。次回からの動画では K ワークスを少しずつカスタムしていきます。と言っても予算範囲内でのカスタムなので高額なタービン交換やらエキュ交換などはしないと思います。それではまた次の動画で。